ああ。はい、というわけで、私が 3D プリンターを最初購入した時は金属で削り出す部品を 3D プリンターで試作することによって実際に削り出す前に設計ミスをあぶり出そうというのが 3D プリンターを購入した理由なんですが、ご覧の通りですね、 3D プリンターの有用性というものを買ってから気づきましてですね、 3S 活動に勤しんでおるわけですね。となってくると、家に 3D プリンターがあるよりも作業場にも 3D プリンター欲しいなと思っていたところ、こちらクリエイティのエンダー7をご提供いただきました。こちらのエンダー7、非常に高級感のあるデザインとなっております。アルミフレームが3本柱になっておりまして、ここはプラスチックカバーなんですけど、おそらくアルミのフレームが四角い構造体でアルミのフレームがこう天井の方にあります。非常に合成感のあるフレーム構造となっております。で、合成感があるフレーム構造と言ったものの、テーブルここありますよね。テーブルの指示箇所、ここだけなんですよ。こっち側ないですよね。つまりこれはここで指示した肩持ち針的な構造になっております。ここの支柱自体はこのアルミフレームと連結されているので、ここのフレームの倒れは全くないんですが、なんか合成的に不利なんじゃねみたいなところあるじゃないですか。ちょっとここをね見ていきたいと思います。
はい、というわけでダイヤルゲージを用意いたしました。このダイヤルゲージを当ててたわみがどれぐらい出るのかちょっと検証していきたいと思います。必要なんかって言われるところがあると思いますが、やっぱりね、機械加工屋としてはこういう構造がちょっと気になるんですよね。合成でって切削加工に比べたら 3D プリンター合成必要ありませんが、なんかね、やっぱ構造的な合成っていうのが気になるタイプの人間なので、ちょっと検証していきたいと思います。でダイヤルゲージを当てる前にこちらブロックをここに置いて、テーブルはこれ以上物理的に下がらないように、そしてダイヤルゲージを当てます。先端の方に当てましょう。やはりそこは厳しくね。はい。でここに重量物を置いていくという感じで検証してみたいと思います。1キロの新品のフィラメントをテーブルの上に乗せます。さあ針はどれぐらい動くのでしょうか。1キロの新品フィラメントどうすん。コンマ2ミリ。1キロ乗せたらコンマ2ミリ下がると。これはまあ溶接のワイヤーリールですね。800g ぐらいあります。コンマ4。もう1個乗せとくか。はい。プラス800。これで 2600g。はい。まあ、コンマ6ミリぐらい。2600乗ってコンマ6ミリぐらいたわむという感じですね。はい。というわけでダイヤルゲージを用いましてテーブルのベッドのたわみをどの程度出るのかっていうのを検証してみました。まあこれが実用的に許容できる範囲なのかどうかっていうと、十分実用範囲の合成を持っていると思います。なぜ 1kg のフィラメントのリールを全て使い切った時にコンマ2ミリ下がるということなので、1kg を使い切る直前ぐらいにコンマ2ミリなんで、じわじわこうたわんでいくっていう感じなので、じわじわ下がっていく分には問題ないと。だいたいね、フィラメント 1kg を使い切るような造形をすることもまあまあないので、十分な合成があるんじゃないのかなと思います。職業柄なんとなく気になるんですよね、こういう肩持ち針的な構造は。なんですが、気にはなるけど 3D プリンターの合成としては全く問題ないということでいいと思います。そしてこちらの 3D プリンターの台の高さを 700mm に設定しました。これはなんで 700mm なのかと言いますと、テーブルが最初スタート地点ここら辺なんですけど、どんどん印刷が進むにつれてテーブルが下がっていくスタイルなので、割と作業をこの高さで行う必要があるんですよね。うちで使ってる 3D プリンターの高さでやると作業スペースが非常に高くなってしまう。確か 900mm ぐらいの作業台でやってたと思うので、こういう感じでね作業するのが非常に苦痛やろうということで、一般的な 3D プリンターよりも高さは低めの台の方がいいかなと。そしてテーブルなんですが、下がっていく方向のみなので、据え置き寸法が機械サイズそのまんまとなっております。一般的な割とよくある構造の 3D プリンターだと、テーブルが前後に動く都合で機械本体よりもテーブルがはみ出してくるんですよね、前後に。それが全くないので、大柄には見えるんだけども、設置寸法は意外とコンパクトに置けると。はい、このエンダー7なんですが、リニアガイドが Y 軸に2本 X 軸に1本入っております。リニアガイドの、3D プリンターって結構少ないですよね。割と高級仕様かなと思います。で、Core XI っていう、軸駆動方式というのか何なのかよくわからないんですけど、これがね非常に複雑な動きをしていて、ちょっと僕には理解できてないんですけど、普通やったら、X 軸専用のモーター、Y 軸専用のモーターみたいな感じでつくじゃないですか。なんですけど、なんかちょっとよくわからん構造になってます。この2つが同時に制御されることによって、ちょっと難しい構造になってます。ここにねフィラメントが通るチューブがありますが、いわゆるボーデン式と言われる方式で、ここにモーターがついてフィラメントを直接送り込むダイレクトエクストルーダー式ではなく、あえてボーデン式を選んでいます。これはヘッドを軽くするため。なんでリニアガイドをわざわざ使っていたりとか、モーターの駆動方式を使っているのかと言いますと、おそらくこの機械の一番売りであるコンセプトを実現させるためだと思われます。こちらのエンダー7は四半期最速の 3D プリンター。何が最速やねんっていうと、印刷速度が最速、250m/s での駆動が
可能になると。先ほどから構造を説明してまいりました。テーブルは下がるだけ、直動機器はリニアガイドを採用していると、そしてヘッドを軽くするために防電式を採用していると。一般的な 3D プリンターだとベッドは Y 軸なりで動くんですよね。でこのベッドって結構重たいんですよ、ガラス製で。やはりですね、早く動かしづらいですよね。重たいものを早く動かすっていうのは難しい。そしてさらに印刷物の重さも加わってさらに早く動かすのが難しくなるので、ベッドは下がるだけ。そして防電式を採用することによってヘッドを軽くして、一般的なローラー仕様ではなくてですね、リニアガイド3本使っている XY 軸、これによって 250m セックを実現しているということです。オートバイの市販車で時速300キロを超えるのはどのメーカーかみたいなね、争いありますよね。これは 250m セックをおそらく市販機で一番最初に実現したマシンということになっております。多分ですね、試験機とか自作機とかであればあるのかな。ただ市販機ではおそらく初と思います。実際にいくつか作ってみたんですけど、250m セックで動くのは間違いなく動いてるんだろうとは思うんですが、250m セックで印刷できるのかっていうとちょっと微妙かもしれん。間違いなくできているのは、印刷しているところから次のところに移動する、この移動は 250m セックで指令して動いている。そのインフィルを印刷している時も 250m セックで動いているですが、ちょっとかすれていたりとかがしていたので、スピードに対して材料の供給が 100% 間違いなく行われているのかというと、おそらく行われていない。ただ試した範囲では 150m セックでも印刷が問題なく行われていたので、実質的な印刷速度は結構速い方だと思います。そもそも市販機のマックスが 100m セックほどのものが多いので、市販機の一般的なマックス速度よりも速い速度 150m セックで印刷ができるということで、性能は非常に高いと。実際ね、300キロの最高速を持っているバイクが全て、例えばサーキットを走ったとして全て300キロで走ることって不可能じゃないですか。1コーナーを300キロで突っ込んでいって、1コーナーの深いバンクを300キロで維持して、さらに立ち上がりも300キロみたいなことはできないですよね。 S 字のカーブを300キロ300キロ300キロっていうのはできないのと同じように、250m セックは出るけど移動はできるけど、印刷速度っていうのはそれ以下になると。それはある意味当たり前ですよね。機械のマックス速度で全てができるのかって言ったらそれはできないよという話でございます。ガラスベッドなんですけど、サラサラでもなくザラザラでもない感じで、定着は結構いい感じです。何回か印刷しましたけど、ラフトだったりブリムだったりとかを使わずにもうビタッとひっついているので、非常に定着のいいベッド。そしてもちろんヒートベッドなので定着はいいんだけど、冷めるとポロッと取れる感じです。組み立ては非常に簡単でしたが、それぞれ結構重たいです。特にこのヘッドが重たいかな。でなおかつですね、いろんな方向から組み立てないといけないので、壁がある面にこれを置くとこっちの組み立てが非常にやりづらくなる。背面の組み立てが非常にやりづらくなるので、こんな感じで作業できる空間はね必要ですね。そこら辺はコツがいるかな。コツっていうか段取りが必要やという感じですね。組み立ては簡単だけど、組み立てる周りスペースは結構必要で、僕が気になっているポイントの一つとして、ちょっと音大きめ。 3D プリンターで音がうるさいってなるのは、ステッピングモーターのドライバーが安物を使っていることによって軸移動でうるさいっていうのがあるんですよ。こいつに関して言えば軸移動はそんなにうるさくない。ドライバーはいいのを使っているんでそんなにうるさくないんですけど、ファンの音がね大きい。というのもですね、このノズルの周りに3つのファンがついています。ヒートブロックを冷やすためのファンは常に回っていて、なおかつ射出したフィラメントを冷やすファンが2つついてるんですね。一般的なやつは1つなんですね。1つなんですけど、これは2つついてるのでちょっとファンの音が気になる。あとここですね、フィラメントを冷やすファンがついていて、全体的にファンが多くてファンの音がちょっとうるさく感じる。それがね1点気になりますね。性能を出すために仕方がないっちゃ仕方がないですかね。射出したフィラメントを冷やすファンが2個ついてるっていうのは
性能的にはかなりいい結果を生み出すんではないのかなと思ってます。そもそも 150m セックで印刷できるっていうのがなかなかすごいと思うんですけど、 150m セックで印刷できるっていうことは、射出したフィラメント、積層しているフィラメントを急冷できているということだと思うので、単純に速く動くだけじゃなくて、速くフィラメントを固めるための能力もここに凝縮されていると。速い印刷スピードを実現するために冷却フィンを強化したということだと思います。で、冷却フィンがね強いっていうことは、オーバーハング角度がきつくなっても意外と印刷できるんちゃうかっていう期待値もあります。後ほど試してみたいと思います。ファーストインプレッションなので、そんなにねこれがいいこれがいまいちっていうところを正確に、解説はできないんですけど、作業場にこいつは置いてですね、今後レビューしていきたいなと思っております。フィラメントの冷却がファン2つでされているということで、オーバーハングに強いんじゃないのかなということで、少しテストプリントを行ってみました。こちらは5軸加工機のサンプルなんかでよく見られるインペラを適当にモデリングしてやってみました。45度以上傾いているところもあるんですが、これだと非常に綺麗に印刷できました。もう綺麗にできすぎたので、オーバーハングにどの程度まで対応できるのかっていうのがよく分からなかったので、こちらの配布されているモデルを使いまして、ちょっとオーバーハングどの程度強いかなっていうのを確認してみようと思いまして印刷してみました。クリエリティが提示するエンダー7の条件そのままです。で、これを作った時にインフィルをいじったのを忘れていて、インフィルが所定の条件ではないんですけど、スピードとかはデフォルトの設定値で印刷してみました。結構綺麗にできたと思います。印刷速度100以上でこれだけ綺麗にできてるんであれば、かなり性能高いんじゃないのかなと個人的には思ってます。角度が書かれた部分で言うと、45度は非常に綺麗にできてます。30度だと少し乱れてきたかなって感じで、20度でも乱れてるかなという感じですね。ただ破綻はしてない、造形は破綻してないです。で、15度になるとさすがに一番下のフィラメントが少し浮いているという感じですね。それでもかなり綺麗に造形できたと思います。デフォルトの設定値としては非常に優秀ではないでしょうか。そしてこのピンが全部抜けるといいんですが、ピン自体は2本しか取れなかったです。そんな感じですね。で、これはポイントというか評価をポイントでできるみたいなので、後で自己採点ではありますが、何点になったか確認してみたいと思います。クオリティの高い印刷が速いノズル速度で可能だということが分かったと思います。設定されている上限値が市販されている他の機種よりも高いので、条件を落とした時のクオリティはかなり良くなるんじゃないのかなというふうに感じます。はい。というわけでテストプリントこんな感じでした。はい、というわけで 3D プリンターというのは出始めの頃は切削加工というものがなくなってしまうのではないか、溶接というものがなくなってしまうのではないのかっていうような恐怖心を、もたらすほどに革新的なアイディアとして出てきましたが、実際のところは
切削加工の得意なところ、溶接の得意なところ、あるいはその他産業の得意なところ、 3D プリンターの得意なところという風な感じに得意分野が分かれた 3D プリンターというのは非常に便利な手法道具ということに私は感じております。ご覧のようにですね、ライトをつけたいと思ったところにライトがつけれるようにマグネットを埋め込んで、こういうアダプター欲しいなと思えば印刷できますし、好きなところに好きなものを収納したいというようなところに 3D プリンターの印刷物がピタッとはまるように非常に便利なツールだということですね。既存の産業とむしろ相性がいいというのが僕の解釈です。3D プリンターを使うことによって現状のものづくりをグレードアップしてみてはいかがでしょうか。今後紙図面ばっかりじゃなくてですね、 3D モデルにも挑戦していきたいとかっていうような、会社さんあるいは個人の方にもですね、こういった風にですね手軽にアウトプットが得られる 3D プリンターは、勉強の課題としても実用の面でも非常に有意義なものとなっております。というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたらグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。